石田民夫さん、当時15歳、爆心地から 2.7 キロの出塩町で被爆しました。石田さんは戦後高校で国語を教える一方、被爆教師の会での活動を通じて被爆体験を語り継いできました。旧被服廠の倉庫の一部は今も残り、運送会社が使っています。石田さんは自らやけどを負いながら救護活動に当たりました。被爆直後、救護所に当てられ、多くの人々がここに収容されました。その当日の朝は宇品線の荷物の積み込みにですね、行こうとしてほとんど突きかけて、向こうのプラットフォームに突きかけていた時にですね、急にこの真っ白な光でですね、パーッと来ましてね、で私自身もびっくりして、どうもこの光は後ろから来たんじゃないかと、そういうふうな気持ちで無意識に右の方を振り返ったんですね。そしてそのままちょっと意識を失っていたわけです。で気が付いてみると、もう自然に耳を押さえ目を押さえましてね、でこういうふうな格好で路上に倒れていたんですね。ところがもう辺りが真っ暗だし、何が起こったんだかさっぱりわからないし、さっきまでいた友達がどこ行ったかわからないし、何しろもう恐ろしいですね。わけがわからないと、そういうふうなことでしばらくじっとそのまましていました。右の手の甲と、それから右のこの頬とですね、これをやけどをしていましてね、でチリチリ痛む。で怪我をした者はすぐ手当てをするからというんで、私がその中前へ出て、そしてここにも痛くて仕方がなかったので、その時にはもうすでに火膨れになってですね、どーっと膨れておりましてね、この顔ももうぼーっと膨れて、火膨れになってみると比較的痛みがなくなるんですね。それでそれにしても、手は何か油をつけてもらって、手をぐるぐる包帯を巻いてもらい、それからこの頬も油と、なんか脱脂綿ですかね、そういうのをつけて、そのまま綿をつけたまま包帯で巻きましたから、それが今度は火膨れが潰れるわけですよ。そして何か白いものトロトロ流れてきましてですね、気持ちが悪かったんですが、それでも我慢していましたら、その当時ここにいる元気な者は全てここは救護所になるから、お前たちはみんな逃げてきた人を救護しなさいと、そういうふうなことになりまして、で何人かそれぞれ班に分かれまして救護に当たるわけです。でそれいつの間にかもう見たこともないような食用油とか、それから真っ白な脱脂綿とかですね、もう数年来見たことがないような、そんなものがたくさん出てきましてね、服も何かもわからないように、でだら皮が垂れているような、そういう人がずっと入ってきました。でちょっと見てもびっくりというか、もう何とも言いようがなかったですけど、うわーっと声にならない、わめきですね。そういう水をくれというお母さんという、おいという苦しいという、そういう
声にならないものがうわーっと盛り上がってきて、本当にその一部屋全体がこう地獄絵図というかですね、うわーんというふうに、なんか泣き声と叫びとそういうものでもこうそれはもう何とも本当にもう何とも言えない光景でして、その上のなんか匂いがもうその時はそうでもなかったんですかね。何かこうその立たれた方のこう匂いというのが比較的その部屋の中にやっぱりこもって、それももうちょっと長い間こう立っていられないような状況です。それで何かその水を欲しい、この方たちは水が欲しいんじゃないかというんで、何人かでなんか防火用のバケツか何かで水をですね汲んであげて持っていこうとしたら、将校が大きな声で怒鳴るんですよ。お前らは何しとるかと、そのやけどをした人に水を飲ましたりしたら死んでしまうぞ、すごい置いとけっていうようなことでですね、どうもその方たちが水が欲しい、本当に欲しがっているのは水なんだなというのは分かるんですが、そうかといって持っていけず、そこへ置いて結局もうその方たちは水を飲まないまま、元気な方は方々に移って行かれましたり、それからもうそこで元気を失われた方はそのまま2、3日後亡くなってしまわれたんですね。それで一般のというか普通の大人の方が死んでいるのを見た時にはそれほど驚きませんでしたけれども、赤ちゃんまで殺してとこういうふうなことでもしばらくその周りに立っておりまして、もう言葉がなかったんです。こんなむごいことをしてとですね、私が何より尊敬していたルーム担任がですね、これ中学校が今の千田町にございまして、この千田町に、何か当直かなんかで、行っていらっしゃった関係で、もう校舎の下敷きになって即死なさった、そういうふうな先生との出会いが私の生涯を決めたんじゃないかと、そういうふうなことを歌にはなりませんが、五七五でまとめますこんなことですね。私の心境と今の先生を偲ぶ歌で、国語ば教えることの固くしてはるばる来たる一筋の道という、なかなか国語というものは教えるのが難しい、随分広いもんですから難しいんですが、しかし、生徒に助けられ、あるいは今のセムレ先生のことを思い、あるいは多くの先生方とか先輩とかですね、そういうものを考えて、この被爆体験というのを乗り越えてやってまいりましたので、一つの拙い歌ですが、それでまとめにしたいと思います。言葉を教えることの固くして
はるばる来たり一筋の道